うるさい。あの人そっくりの薄汚い顔を見せないで。迷惑なのよ。妹に悪い噂が立つ前に消えてちょうだい。そんなことを言われても、父が逮捕されたのは本人のせいだし、周囲の反対を押し切って結婚したのは母自身ではないか。二人の間に生まれただけの私が、なぜすべての元凶のように言われなければならないのだろう。ねえ、確かに私は犯罪者のお父さんの子供だけど、お母さんの子供でもあるわけでしょ？母親に見捨てられたら私に味方はない。そう思っていたけど、世の中まだまだ捨てたもんじゃないわ。私の名前は水木。最近若者に人気の曲が徐々に全部同じメロディーに聞こえ始めた40歳だ。昔上司がアイドルの顔がみんな一緒に見えたら老化の始まりなんて言ってたけれど、今になってその言葉が私の胸にグッとくる。そんな私にも若い頃というものは当然ありまして、まだ中学生の時、実の父が警察に逮捕された。電車内で女性を盗撮したとの容疑がかけられ、母も私も何かの間違いであってほしいと願ったけれど、事実だった。この事件を機に両親は離婚。私は母と暮らすことになったのだが、徐々に母が情緒不安定になっていった。学校から帰ってくると働きにも行かず、昼間から酒を飲んでいたり、深夜にリビングで物を投げて暴れたり。父との離婚がショックなのか、それとも逮捕がショックなのか。最初は母を見ているのが辛いほどかわいそうだと思っていたのだけれど、ある日、酔った母が寝言でこう言った。犯罪者の子だなんて。語尾は聞き取れなかったけれど、いい意味ではないだろうということは察しがついた。この頃、母の視線が冷たかったのは、私のことを自分の子ではなく、犯罪者である父のことを思っていたからか。私に欠点があるなら直せるけれど、生まれ持った遺伝子と血の問題なんて、私には逆立ちしても直しようがない。母に疎まれている現実に絶望はしたけれど、今はまだ母も離婚したばかり。親子だからきっといつか、以前のような関係に戻れるだろう。そう信じていた。この時までは。それは私が高校に入学する直前のことだった。私との関係は相変わらずだったが、アルコール中毒者のような生活を脱した母は仕事に行き始め、徐々に普通の生活に戻り始めていた矢先、母が再婚すると言い出したのだ。相手の方は母の職場に出入りする建築関係の自営業者で、それなりの稼ぎがあるらしい。バツイチで私の一つ下の妹さんもいるという。普通、子持ち同士の再婚なら、親から子に結婚してもいいかな、くらいの打診があるべきだと思うのだが、母の場合、それは一切なかった。初めての顔合わせと同時に一緒に暮らすことが決まり、翌日から相手の家で寝起きしていたくらいだ。少し人見知りの義理の妹と思春期の私との距離感を測りかねている義理の父。私も引っ込み思案のところがあるので、最初は家族と思えず本当に嫌だったのだが、二人は私に対してとても優しかった。音楽が好きだという妹の愛は、人見知りなのに勇気を出して私にあれこれ CD を渡してきて仲良くしようとしてくれた。義理の父、いや父親の和人も私と妹に対し平等に接してくれて、仕事で遠出したりすると必ず二人にお土産を買ってきてくれる人だった。母に冷たくされ、ささくれ立っていた私の心は二人によって徐々に丸くなった気がする。しかし母は愛も変わらず私に冷たかった。むしろ悪化したくらいだ。妹は地元の有名な進学校に余裕で受かるとお墨付きをもらっており、ピアノのコンクールで優勝。ダンス大会ではチーム戦といえど準優勝を勝ち取るなど、
それはあらゆる分野で優秀だった。顔立ちも嫌味のない可愛らしさで万人受けする愛嬌のある顔だ。優秀さも相まって近所での評判も良かった。一方、ぶっちゃけ言うと私は運動が得意な割に頭が悪い。それは認めよう。親も似たようなもので遺伝と言うと言い訳と取られそうだが、まあカエルの子はカエルなのかなというところがあった。顔も波だ。特上の妹と並ぶと化粧をしても月とすっぽんくらい差があると思う。だからだろう、母は妹を溺愛した。決して自分から生まれない優秀な子が義理の娘であることを誇らしく思っていたのだ。妹に贈られる賛辞は母である自分のものとでも言うように。そして実の娘である私は母の中で我が子ではなく犯罪者の娘のままだった。母は妹を連れて出かけることはあっても私のことは絶対連れて行かない。話しかけると露骨に嫌な顔をされるし、学校の三者面談さえすっぽかされた。基本的にはほとんど無視で、まるでいないもの扱いだったので、よくある毒親みたいに何か攻撃を受けるなどの被害はない。だけど私は母に好かれることを望んでいた。どこかで母と仲良くなるチャンスはないものかと、来る日も考えていたくらいだ。でも母は、妹と父と3人でいるときは楽しそうなのに、私がその輪に入ろうとした途端、とても嫌がって席を外す。父はそんな母を怒り、2人が喧嘩になると妹は悲しそうな顔をして、私のせいだと気づいてからは無理に3人の輪に入ろうとすることはなかった。私が我慢すれば、この家はみんな幸せでいられるのだ。それでいいじゃないか。そう思って母とも接点を持たないよう必死におとなしく過ごしていたある日。ちょっとお腹の調子が悪くて学校を早退すると、あんた何したのと突然母から問い詰められた。久しぶりに目を合わせた気がするけれど、母の目は恨みに満ちている。どうしたのお母さん。どうもこうもないわよ。さっきお隣さんに、前の旦那さんって警察のお世話になったのって聞かれたの。あんたがバラしたんでしょ。寝耳に水だ。実の父の逮捕のことは、2人が離婚した際に母から、絶対誰にも話すなと言われ口止めされていた。もしバレてしまえば、私と母の生活が白い目で見られるからと。私自身も、実の父のことは隠したかったので、母の言いつけ通りにしていたのだが、違うよ。言うわけないじゃない。じゃあ何？今のパパや妹の愛ちゃんがバラしたっていうの？それはないだろう。断言できる。2人は私のジップが逮捕されたことを知っているが、私たちがそれを隠したがっていることにとても配慮してくれている。そもそも人のことをベラベラよそで話すような2人ではない。じゃあ誰が？と思い悩んでいると、母がとんでもないことを言い出した。そうか、その顔。あんたの顔があいつに似てるからよ。どんどん似てくるんだもの。あの薄汚い犯罪者に。母の口元は歯ぎしりをせんばかりに食いしばられている。嫌な予感がした。そうだ。あいつが駅で逮捕されたとき、顔を見てた人だっているはずだもの。あんたの顔のせいよ。あんたがいなければ。待ってお母さん。落ち着いて。うるさい！母の強い言葉に思わず私はひるんだ。警察に捕まった父親にのあんたの顔が迷惑。妹に悪い噂が立つ前に出て行け！ヒステリック気味にテーブルをバーンと叩くと、母は私の手を無理やり引っ張った。ねえ、お母さん、痛いよ。ちょっと待って。うるさい。あんたがいる限り、私は一生犯罪者の妻って言われるのよ。せっかく新しい生活を手に入れたのに。あんたは私と家族の足を引っ張る疫病神よ。消えろ！出て行け！二度と顔を出すな！
私は家族じゃないんだろうか。いや、それは愚問か。父が捕まったあの日から、私はずっとこの人にとって邪魔者だったのだから。実際、どこからジップの逮捕についてバレたのかはわからない。母の言う通り、私の顔が父に似ていたからかもしれないし、単に人の口に戸は立てられないから、どこかから噂が出回ったのかもしれない。しかしもう、母の中で私の顔のせいでバレたということは決定事項になっているようだ。荒れ狂っているこの状態では、普段以上に私の声など届かないだろう。力ずくで家から追い出された私が家に戻ることは二度となかった。それから10年の月日が流れたある日、私は玄関のドアノブを何度もガチャガチャされる狂気のノイズで目を覚ました。インターホンのモニターでこっそり相手を確認すると、なんと母がいるではないか。無視を決め込みたいところだが、近所迷惑にもなるので仕方なく玄関を開ける。嫌だけどこればかりは仕方ない。モニター越しでなんとかなりそうな感じではないし。何の用と私が尋ねると、どうしてという母。よく見ると顔は青白く、髪もあまり手入れしていないのかすっかりボサボサだった。どうしてあの人たちと暮らしてるのよ。今頃知ったの？私がにっこり微笑むと、母が胸ぐらをつかまんばかりの勢いで突進してきた。離れてと、とっさに横から妹が母を制す。愛ちゃん、なんでこんなこと一緒に暮らしてるのよ。何があったっていうの？何がってねえ。妹が困ったように私を見つめ返すので、仕方なく私も口を開く。母に追い出された後、行き場のない私は友人の家に身を寄せていたのだが、1週間ほど経ったある日、妹がやってきた。友人曰く、学校まで来てあんたを探してたとのこと。実は当時、教科書の入ったバッグを家に置いてきてしまったので、私はずっと学校に行っていなかった。しかし妹はその間もずっと消えた私を探して学校に足を運んでいたそうだ。母から勝手に出て行ったと説明されたものの、どうしても信じられなかったらしい。学校に電話を入れて私が通学していないことが判明したものの、私の行く先は友達の家くらいしか思い浮かばず、妹は手当たり次第に学校から出てくる生徒に私を知らないか聞き込み、ようやく友人と出会えたようだ。父も同様で、二人は密かに私を探してくれていたという。妹のおかげで父とも再会した。父はあの家で暮らす方が私も苦しいだろうからと、新たな家を用意し、そこで暮らせるように手配してくれたし、学費も出してくれた。何でも母は、勝手に出て行ったこの学費なんて払わなくていい。退学させましょうと言っていたらしい。父が母の代わりに退学手続きをすると嘘をつき、学費の支払い口座などをすべて自分に移してくれたおかげで事なきを得た。父は母との離婚を決意したものの、せめて私が高校を卒業するまでは、と慎重だった。というのも、あのヒステリックな母のことだ。自分とは離婚したのに、父が実の子でもない私をかくまっているなんて知ったら、逆恨みで何をするかわからない。せめて穏やかに高校を卒業させてやりたいという父の優しさだった。そして私の高校卒業後、母はかなりごねたものの離婚が決まった。で、愛の大学が私の家の近くだったから、そのままみんなで一緒に暮らし始めて今に至るってわけ。わかった？すべてを知った母はわなわなと体を震わせていた。今日父が仕事で不在だったのは本当に良かった。もし父がいたら、母は間違いなくヒステリーを起こして父を罵っていただろう。自分が離婚した背景にこんな秘密があったなんて気づきもしていないのだから。なんでそんな裏切りを。愛ちゃん、私あなたのこと、あんなに可愛がってやったじゃない。
どうしてそんな犯罪者の子を大事にするの？母の問いかけに妹の眉がピクッとつり上がった。私は確かにお姉ちゃんより可愛がられたかもしれません。でも、いつも将来あなたがお金が稼げるようになったらお母さんに贅沢させてねとか言われて、いい気分になると思います？私はあなたのことが大嫌いでした。愛ちゃんのおかげで私の人生は輝きを取り戻すわなんて言われた日には子供ながらゾッとしたの。なんて他力本願な人だろうって。ひどい。私は犯罪者を夫に持ってしまったせいで人生めちゃくちゃなのよ。少しくらい報われたいと思うのがそんなにいけないこと？報われる努力をしない人にそんなこと言われても困ります。そもそも実の子を虐げるような人はどう転んでも私は嫌いです。妹の言葉に絶句する母。いや、そりゃそうでしょう、普通は。私、あなたのお父さんと離婚して、すごく寂しくなったの。前の結婚を反対されたことで、実家とも縁を切ってるし、家族なんてもういない。このまま一人であの世に行くのかなって。母の泣き言に妹は笑顔で、まあ、そうでしょうね。と冷たく突き放す。愛ちゃん、ちょっと調べたけど、今弁護士なんでしょ？はあ。水木も IT 関係でそこそこ稼いでるみたいだわね。ねえ、みんな自立して、いいタイミングじゃない。また家族になりましょうよ。は？私と妹は思わず口をあんぐり開けた。何言ってんだこの人。意味わかんないんだけど、犯罪者に似た私の顔を見たくないだのなんだの言ってたじゃん。一緒に暮らすとか無理でしょ。思わず私が反論すると母は、それに関してはごめんなさいと頭も下げずに言った。本当は、ご近所の方が警察近くのコンビニに勤めてたらしくて、私が奴の面会に行ったのを見てたそうなの。それで鎌をかけられたというか、何の罪で捕まったのかも知らなかったみたいで、あんたの顔のせいじゃなかったわ。なるほど。ずっとどうして実の父の過去がバレたんだろうと思っていたけれど、実際には何もバレていなかったのだ。要するに、こちら、再婚家庭みたいだから元旦那と何かあったんだな、程度にしか思われてなかったわけである。そして母の壮大な勘違いのせいでとばっちりを受け、私は家を追い出された。しかも勘違いをした張本人の母は頭も下げない。知れば知るほど許せない話である。よーくわかった。あなたに反省の色なんてないことが。もしあなたが本当に謝罪の気持ちを持っているなら、正直親子に戻りたい気持ちは少しだけあったよ。だって何があってもあなたは私の母親なんだもん。憎くて許せないけど、心のどこかでまだ好かれたいと思ってた。じゃあ家族にならない。だってあなたは家族が欲しいだけで、実の娘である私を求めてるわけじゃないし、10年経っても自分のことばっかり。仕方ないじゃない。お母さんだって大変だったのよ。それは私もだよ。どうして自分だけ被害者みたいに思ってるの？私だって逮捕された父親の娘だよ。あなたが言う通り、顔が似てるし、あなたと違って一生つきまとう問題だよ。ぐうの音も出ないようで母は静かにうつむいた。ひどいよね。私はあなたの子供でもあるのに。あなたにだって似てるはずなのに。皮肉っぽく笑う私を見て、はっとした顔でこちらを見る母。ごめん。もう遅いよ。謝らないで。今更何を言われても響かないから。複雑な表情の私を見て、妹が静かに手を握ってくれた。血のつながりなんてひとしずくもないけど、相変わらず優しい子だ。ごめんねお母さん。さっきからお母さんをあなたって呼んじゃうくらい、もう私の中では親とは思ってないんだよ。実の親より育ての親だって思うし、
血のつながりがなくても愛は家族だなって思う。お父さんもそう。そこにあなたが入るのは、輪を壊されるみたいで嫌。私の言葉に妹が、私も、もう他人のおばさんくらいにしか思えないよ。と続けた。この顔を見せるなと言ったのは他でもないあなた自身だよ。お望み通り、何があっても金輪際この顔であなたの前に現れることはないから、一生私に関わらないで。事実上の絶縁宣言だ。正直、今更こんな言葉を母に向かって言うことになるとは予想すらしていなかった。家を追い出されたあの日、一方的に縁を切られたと思っていたからだ。向こうがその縁をつなごうと言うなら、今度は私から切ろうじゃないか。やられっぱなしは性に合わないからね。母は私と妹に取り付く島がないと分かり、肩をがっくり落とした様子で帰っていった。その後何度か、やっぱり諦められない。家族になりたいという謝罪の手紙が届いたが、謝っているようには感じられなかったので無視していたら、今度は突然、再婚したので家族にならなくていいという謎の報告が来た。縁を切ったにもかかわらず、しつこく手紙を送ってくるので本当に勘弁してほしい。まあ再婚したなら今度こそ関わることはないと思ったのだが、再婚相手は密かに借金を抱えており、ブラックリスト入り。もちろん配偶者の母もブラックリストだ。大方、結婚の二文字につられて焦って結婚してしまったのだろうが、とんだ外れくじである。散財癖が激しい人で、わずかな稼ぎもどうでもいい通販や使いもしない服飾品に費やし、母が怒ると逆ギレして暴れたという。挙句、最後は知人にそそのかされ、一緒になって詐欺まがいのことをして逮捕された。そう、母は再び逮捕者の妻になってしまったのだ。その後、私も妹も結婚して家を離れたので、母の行方はさっぱり知らない。行政から連絡が来ないので生きてるのだろうが、絶対にまともな暮らしはできてないだろうな。一方、私は結婚後2人の子供に恵まれた。夫は実の父のことを知っても、だから何？お前がやったんじゃないんだし、気にしなくてよくない？と言ってくれる懐の深い人だ。今の父と血のつながりがないことも。血とか関係なく気の合う人といればいいんだよ。気が合うから家族。みたいなとこあるだろ？とこっちが驚くほどすんなり受け入れてくれた。子供は年子で女の子と男の子。最近、娘が弟に女の子のようにスカートを履かせたりして遊ぶことだけちょっぴり心配しているが、仲のいい兄弟だ。妹の方にも同じく2人子供が生まれ、こちらはどちらも妹そっくりの女の子だ。うちの子供たちと年も近いので、父のところに全員で帰省すると非常に賑やかなことになっている。今度全員でキャンプに行く予定だ。父も今は仕事を辞めて穏やかな余生を楽しんでいるようで。この間夫が OK を出してくれたので、今度会ったら同居の提案をしようかなと思っている。きっともっと楽しい日々になるだろう。私に幸せを与えてくれた父と妹、そして今の家族に今後も感謝を伝えていこう。みんなで幸せになるために。